2年前、私たちは松江で一人の少年と知り合いました。少年は当時16歳。時速180キロの鋭いサーブを見せてくれました。少年の名は錦織圭。今や世界が注目するプロテニスプレーヤーです。今年2月、錦織選手はアメリカで開かれたテニスの大会で優勝。18歳1ヶ月という若さでした。錦織選手はその後も日本男子の最年少記録を次々と塗り替えています。今年以内に50位に入りたいです。世界のナンバーワンになりたいです。爽やかなその笑顔からついたあだ名がテニスの王子様。世界に羽ばたく錦織選手の18歳の素顔に迫ります。アメリカ・フロリダ州郊外の町ブラデントン。錦織選手は5年前からこの町で暮らしています。一人の少年が若くしてその才能を開花させることができた秘密はどこにあるのでしょうか。私たちは拠点としている IMG アカデミーを訪ねました。まず驚いたのはその広さ。東京ドーム16個分。テニスコートは全部で57面もあります。ここでは今世界中から集められたテニスエリートたちおよそ350人が腕を磨いています。このアカデミーはこれまで世界のトップ10に入る選手を20人以上育ててきました。アンドレ・アガシ、モニカ・セレシュ、そして現在世界ランキング1位のシャラポワも卒業生の一人です。2年ぶりに再会した錦織選手。アカデミーは去年卒業しましたが、今もここでトレーニングを続けていました。朝一番の日課はその日のコンディションを細かく報告することです。一日の体調チェック。今日10時間で睡眠も良かった。疲れ具合から筋肉痛、起きた時の精神状態までチェックするのは8項目です。こうした情報をもとに毎日の練習メニューが組まれます。この日はまず持久力を高めるトレーニングでした。どの筋肉をどれくらい鍛えればパワーとスピードを併せ持つ理想の体が作れるのか。世界と戦っていくために最新の科学理論に基づいた体作りが進められていました。基礎トレが終わると休む間もなくコートでの練習です。ジュニア時代から将来を嘱望されてきた錦織選手。その才能を伸ばすためアカデミーでは特別な支援体制をとっています。技術を指導するコーチだけで4人、さらに体調面や精神面のサポートをするコーチも入れてチームを作っています。他にもメディア対応、ヨガ、生活の指導、代理人まで錦織選手を支えるスタッフは全部で14人に上ります。シャラポワやアガシを育てた方法と
基本的には同じです。このシステムは本当にうまく機能します。我々は時には選手以上の努力をして彼らを支え、成功に導きます。我々がこれほど力を入れるのは K が本当の天才だからです。この日、私たちが目にしたのは一度に2人のプロ選手を相手にする練習でした。錦織選手がどんな厳しいところに打ち込んでもボールは必ず返され、左右に走らされることになります。こうした練習が毎日6時間以上。世界でも指折りの恵まれた環境の中で錦織選手は5年以上トレーニングを続けてきたのです。焦りはないですけど、ちょっとプレッシャーはあると思いますね。もっと勝ちたいっていう気持ちが強くなりましたね。天才と言われる錦織選手の原点は生まれ育った松江にあります。錦織選手がテニスを始めたのは5歳の時、父親からラケットを買ってもらったことがきっかけでした。打ち方を教わるとすぐに家の壁で練習を始め、ラケットがボロボロになるほど夢中になったそうです。父親の清さんにその頃使っていたラケットを見せてもらおうとしたんですが、このようにはないんだ。あ、そうなんですか。このようにはなくて、これは2番目のラケットで。あ、そうなんですか。だからそれは多分半年も多分もうすぐに使えなくなったんで。そのちっちゃい最初の買った時、壁に向かい不規則に跳ね返ってくるボールをひたむきに打ち返す。そんな中で5歳の少年はテニスの楽しさを見つけていったのかもしれません。だいぶ使ったような跡があるでしょう。そうですね、かなり使い込んだ。グリップもかなり。K なんかはすぐこんな風にしてしまう、ほとんどの。テニスが気に入った様子の錦織選手を見て、両親は近所のスクールに通わせることにしました。その頃の映像が残っていました。大きなラケットを器用に操っています。このスクールで錦織選手にテニスを教えた柏井正樹さんです。柏井さんは入門初日の錦織選手の印象を今でも鮮明に覚えていました。何十人とか100人とかに1人ぐらいちゃんと真ん中に当たるとか、それから狙うっていうのができる子供っていうのはいるんですね。それができてましたね。もう他の初心者の子たちとは全然レベルが違うから、でも1回のレッスン終わった時点で上に上げてくださいって。錦織選手にとって幸運だったのは、柏井さんがアメリカで本格的な教育を受けていたことです。ヴィーナスやエナンを育てたコーチから最新の指導法を学び、その教えがそのまま幼い錦織選手に注がれました。柏井さんが錦織選手に特に教え込んだのが縦の動きでした。この縦の動きは当時あまり重視されていませんでした。テニスでラリーを続けるためには横の動きが重要です。しかしこれに縦の動きを加えることで返球のリズムを変えることができます。勝負どころで大きな意味を持つ技術です。柏井さんと二人三脚でアメリカ仕込みのプレーを身につけた錦織選手。小学6年生になると全国大会で優勝を重ねるようになります。初優勝した直後の映像が NHK に残されていました。まず錦織君、では優勝した時の感想を聞かせてください。
全国大会に出て優勝するのは初めてだったんで、すごく嬉しかったです。優勝した時何かしました？ガッツポーズをしました。あ、そうですか。錦織君のテニス好きを物語るエピソードがあるそうなんですが。23年前に足を怪我してしばらく練習ができなくなっちゃったんですね。で、強い選手になろうと思ったら怪我をした時に休養するっていうのも大事なことだよ、だから練習休んだらっていうふうに言ったんですけど、その時にテニスとテレビゲームを取り上げるっていうのは死ねっていうのと同じことだって言ったっていう。夢は世界の大人の大会で優勝することです。もうまさにね、夢はウィンブルドン。頑張ってください。今日どうもありがとうございました。13歳の時、錦織選手に大きな転機が訪れます。アメリカへのテニス留学の話が持ち上がったのです。資金の援助を申し出たのは日本テニス協会の会長でした。非常に大事なことは、日本にいたらそのジュニアたちは日本で1番2番3番の子供たちなんですよ。ですからこのまま日本にいたらね、中学生大会でも優勝準優勝、高校行ってもやっぱり優勝準優勝、やっぱり気持ちがいいですよね。だけどそれが気持ちがいいと思ったら、もう世界にチャレンジする気がなくなりますからね。やっぱりそう思わないで、頭を日本一から世界一にこう切り替えてもらう。両親にとって思いもよらない展開でした。錦織選手は一人息子です。まだ13歳。当然言葉も通じません。家族で話し合いが持たれ、一つの結論が出されました。本人行きたいですし、もう行くしかないと、私たちも思ったので、寂しくなかったって言ったら嘘ですけど、そんなことを言ってる場合じゃないっていうか、そういう感じですね。松江の実家には錦織選手の部屋が残っていました。いつでも戻ってこられるようアメリカへ旅立った日のままになっているそうです。今回特別に入らせてもらいました。ゲームソフトや漫画が並ぶ本棚の片隅に小学校の卒業文集を見つけました。僕はテニスが好きです。苦しい練習も絶対諦めずに全力で取り組んでいこうと思います。夢は世界チャンピオンになることです。夢に向かって一歩一歩頑張っていきます。アメリカで錦織選手を待ち受けていたのは厳しい競争社会でした。アカデミーには9歳から18歳までのえりすぐりのプレーヤーが集められていました。その数およそ350人。この中で実際にプロになれるのはわずか10人ほどです。熾烈な競争の中で選別され、一人また一人とアカデミーを去っていきました。錦織選手は2人の日本人と一緒に留学しましたが、2人とも2年で帰国を余儀なくされました。厳しい競争のストレス、言葉がうまく通じないもどかしさ。錦織選手はアメリカで本当に一人になりました。15歳の錦織選手は重いホームシックにかかりました。夜になると毎晩のように泣いていたといいます。やっぱり日本に帰りたいって思ったり、やっぱり練習がきつかったりすると、本当に自分一人でいるんで、友達とかいますけど親とかはいないし、それが大変でしたね。なんとか耐えてきたと思いますね。
寂しさにくじけそうになった時、支えてくれたのは両親でした。折に触れメールをやり取りし、アカデミーまで励ましに来てくれることもありました。明日何時から？何よりもありがたかったのは母親の手料理だったそうです。今日のメニューは何か好きな料理？スープをコンソメスープお願いしたんです自分から？はい。野菜とかね、お肉とかたくさんこう入れて、簡単にできるので家でもよく作ったんですよね、でそれをちょっとリクエストがあったので、喜んで食べてくれるじゃないですか。ということでね、嬉しいかな。いつも本当に練習、テニスと睡眠だけなんで、やっぱりこうやって、親がいると、話すこともいろいろあるし、一番リラックスできる時間だと思います。やっぱりこっちに日本人もそんなにいないし、日本語を話す機会もすらも少ないんで、そういう意味では一番、安心できるところです。本当団体競技じゃないんで、一人で戦わなきゃいけないんで、我々がどうのこうのする場所じゃないんで、やっぱ3、4、5ぐらいが大変だったんだろうなと思うんですけど。両親は両親で事あるごとに息子の写真を撮り、そばで成長を見守ることのできない寂しさを紛らわせてきました。その中の一枚です。日本に一時帰国して倒れ込むようにベッドで眠る錦織選手。疲れ切ったその姿には、異国で一人戦う15歳の少年の孤独が映し出されていました。そんな錦織選手が変わるきっかけとなった試合がありました。相手は当時ジュニアのトップに君臨していたフィリップ・ベスター選手。試合はアカデミーのセンターコートで観客を入れて行われました。その試合の映像が残っています。奥の白いウェアが錦織選手。大方の予想を覆し、試合を支配したのは錦織選手でした。多彩なショットを左右に打ち分け、パワーに勝るベスター選手を翻弄しました。Game set, Matt Nishikori, 6-1, 6-4. 結果は鮮やかなストレート勝ち。錦織選手、16歳の春でした。ケイはあのベスターを破ったんです。その日彼は初めて理解しました。自分は特別な選手の一人なのだと。ケイはアカデミーのセンターコートで見事に自分の居場所を見つけ、周りの選手たちもそのことを認めたんです。フィリップはもう上の存在だったので、勝てるとは思ってなかったです。レベルが上の選手と毎回練習できたんで、それが強くなる一つのきっかけではあったと思います。恵まれた才能がライバルたちとしのぎを削る最高の環境の中で花開くことになりました。この年、錦織選手は日本人として初めて全仏ジュニアダブルスで優勝を成し遂げました。そして今年2月、大きなチャンスが訪れます。午前4時、私たちはある試合を観戦するため錦織選手の実家を訪れました。デルレイビーチ国際選手権決勝。
錦織選手がプロになって初めて決勝に進出したのです。始まりますよ。錦織選手の相手は世界ランク12位の強豪ジェームズ・ブレイク選手です。第1セット、予選から勝ち上がった錦織選手は相手の鋭いボールに食らいついていくのが精一杯でした。肝心なところでポイントを奪われ主導権を握られます。結局 3-6 でこのセットを落としてしまいました。流れを変えたのは第2セットの一つのプレーでした。錦織選手はサーブの後ネットにダッシュしボレー。ブレイク選手は意表をつかれました。この試合で素早いサーブ&ボレーの動きを見せたのは初めてです。錦織選手の縦の動きが試合のリズムを変えました。錦織選手はブレイク選手の動揺を見逃しませんでした。コートいっぱいを使った多彩な攻めで相手を揺さぶり続けます。第2セットは 6-1、 錦織選手が取り返しました。第3セット、錦織選手の勢いは止まりません。迎えたマッチポイント。勝ったのは錦織選手でした。The 18-year-old qualifier from Japan has done it to reach an ATP singles final and win it since Shuzo Matsuoka won Seoul on April 26, 1992. 18歳1ヶ月、日本人男子として史上最年少の優勝でした。ましたね。本人も実感ないんだろうね。実感はありますか？いや、なんか夢見てるよ。I still can't believe it. I won this tournament, and still can't believe it. I beat James Blake. I just see him on the TV. This is my best tournament ever in my life. 快進撃はその後も続きます。4月に行われた大会でも優勝。現在の世界ランキングは100位です。6月には幼い頃夢見たウィンブルドンの舞台に立ちます。一つの夢なんでグランドスラムに出るっていうことは、いい結果を残せたらいいと思います。初めてラケットを手にして夢中でボールを追った松江の日々。ライバルたちとの過酷な競争を一人耐え抜いたアメリカの日々。錦織圭18歳。世界を舞台に日本人がまだ立ったことのない高みを目指します。